もう超電導リニアなんていうふうに頭にもついているこの言葉なんですが、普段聞き慣れない言葉ですが、今からまたやってくるリニアが浮いたり走ったりするのにとっても重要な役割を果たしています。じゃあこの超電導体、リニアのね、車両のどこについているんでしょうかということで、ちょっとお写真の車両を皆さんにご覧いただきたいと思います。こちらの写真の車両、赤い枠で囲まれた銀色の部分があります。これがリニアの超電導磁石の場所になります。この超電導磁石に使われている素材、物質がこの超電導体というものになるわけです。こちらの写真の車両も1階の展示車両になります。後でね、中にも入れるので覗いてみてください。では実験で使うものを3つご説明します。先ほどね、皆さんにちょっとね、お願い事で触れさせていただいたこちらのコースター、コースの表面に銀色のものがたくさんついています。これすべてネオジム磁石っていうとっても強力な磁力を持った永久磁石っていう種類の強い磁石です。どれだけじゃ強いんでしょうかということで、1センチ ×1 センチ、1センチ四方のネオジム磁石3列にずっとこのコースを折っております。そこから1つ取り出して、ちょっと見えにくいんですが、別の蒸気の先にくっつけてみようと思います。こんな風にくっつけました。ちょっと見えにくいですかね。はい、このように別の蒸気の先にネオジム磁石がついています。そしてこちら重さ1キロのずっしりとした鉄の工具があります。このちっちゃな磁石とこの鉄の工具1キロあるんです。結構ずっしりしています。これをですね、くっつけて今日離してみるとどうなるかなって、ちょっとまず実験してみたいと思います。ちょっと見てくださいね。はい、こんな感じです。ね、一般的な磁石だとこの状態支えられずにずり落ちてしまいますよね。ところがこの1つのネオジム磁石は1キロの工具を支えてしまうほどの強い磁力を持っています。この磁石、これ全部覆っておりますので、どれだけ磁石の力が強いかということでね、時計とかカメラをお持ちのお客様で、この枠の外側からどうかお使いください。撮影は大歓迎です。では実験で使う2つ目のご説明です。ちょっとまた見えにくいんですが、この黒い丸い塊、これが超電導体そのものになります。超電導バルク体って言います。バルクとは塊という意味です。使われている化学物質3種類あります。酸化銅、マリウム、ニストリウムというちょっと専門用語になるんですが、この3つの化学物質を細かい粉状にして焼き固めています。これをですね、実験で皆さんに見えやすいようこの発泡スチロールのケースに入れて、はい、ホモス類にもありますアルミテープで蓋をしたものがこの青い箱の中に液体窒素というものと一緒に入っています。リニアにも使われています。それではね、液体窒素をちょっとね、皆さんにご覧いただこうと思いましたが、はい、これマイナス196度なのでとても冷たいんですね。はい、ちょっと手で仰いでみたいと思います。はい、さらに白い液が立ち上っています。ではですね、ちょっと今皆さんに見てもらおうと思ったんですが、今リニアが通過しますので、左側からのリニアの通過、左側ご覧ください。リニア左側からの通過です。504キロで走行しております。はい、はい、それではね、リニアの通過しておいて、温度がこのマイナス196度の液体窒素になります。その中に超電導バルク体がつけられている状態です。ではこれからこのネオジム磁石のコースの上に超電導バルク体乗せる実験ご覧いただきます。違いは液体窒素で冷やしているか冷やしていないかです。ではまず私が素手で触れる冷やしていない方の反応をちょっとご覧ください。磁石というとくっつくイメージありますが、反応が
爵の磁場強さ